こんにちは。今日は中国 BYD の電気自動車に搭載されているインバーターを分解解説していきます。とうとうですね、BYD まで来たかという感じですね。皆さんですね、この動画を見ていつもと雰囲気が違うなというふうに感じているかと思います。今日の動画はエレクトロニクス商社の量産とのコラボ動画でして、量産のエンジニアの方と一緒に BYD のインバーターを分解解説していこうというものです。というわけで本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。私、量産信太と申しますけれども、前職で20年近く電源関係の開発のエンジニアをちょっとやっておりまして、最近はですね、こういった車のインバーターとかコンバーターの解析をいろいろやっているというところでございます。なるほど。なかなかですね、こういった頼もしい方と一緒に解説をしていきますので、いつもの一見動画とは違った角度でこちらのインバーターの分解解説ができるのではないかと思います。今回は量産との初コラボ記念ということで、プレゼント企画も実施しています。ぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。本編に入る前に量産テクラボの紹介を少しだけさせてください。エレクトロニクス商社の量産が運営するマガジンサイト、量産テクラボは皆さんご存知でしょうか？量産テクラボでは電気系製造業の方に役立つコラムやウェビナーなどを発信しています。例えば今回のように車載インバーターをパートナー企業と一緒に分解解析し、設計における最新トレンドをウェビナーと記事で発信、そしてその解析結果に基づいてエンジニアが設計において困るポイントに絞って役立つ情報も公開しています。こういった最新トレンドはもちろんのこと、電源 IC の基本知識などの基礎のテーマも扱っています。興味のある人は概要欄にあるリンクからぜひ確認してみてください。あとセミナー情報についてはコメント欄に固定しておきますので、そちらもぜひ確認よろしくお願いします。インバーターの分解を始める前に、まず BYD がどんな会社なのかというのを私の方から紹介します。BYD は中国の自動車メーカーです。もともとはエンジンの自動車も作っていたんですけども、2022年からエンジンだけで動く車の生産はやめて、現在はバッテリー EV やハイブリッド車などのいわゆる XEV に注力しています。2024年の販売台数はなんと427万台と非常に数多くの車を売っていると。このうちバッテリー EV は176万台販売していて、これは米国のテスラの販売台数である178万台に迫る勢いです。またバッテリーから車両、インバーターに使う半導体までを自社で製造しており、コスト的にもかなり競争力がある印象です。最近のニュースなんか見てみると、バッテリーを最大 1000kW の電力で充電するフラッシュチャージバッテリーを発表したり、熱効率 46% 超えのハイブリッド車用のエンジンを発表したりなど、車のスペックについてもかなり競争力があるものと分析しています。この辺いろいろな報道ありますけれども、先ほどの 1000kW、1MW、この能力を生かして車の充電が5分で400キロも走れるような充電できちゃうっていう話も報道としてはあったようです。5分で400キロってなると、もうガソリンを給油するのとほとんど変わらないレベルかなっていう風になりますよね。そうですね。そうするといよいよ本当に EV っていうのが身近に近づいてきてるのかなというスペックになってきてるかなと。いろいろですね、1メガワットで充電すると電力系統は今度耐えられるのかとか、そういった課題も出てくるかと思うんですけども、技術的にはバッテリーも大丈夫かなと心配になるんですけども、今後にいろいろ期待はしたいところですね。一つ一つ課題をクリアしていくことによって、未来がどんどん新しいものになっていくのかなと思います。はい。そんな BYD なんですけども、日本でも販売をしています。簡単になんですけども、BYD がですね、日本でリリースしている車であったりだとか、あとは日本のですね、メーカーが出している電気自動車とですね、ちょっと比較なんかもしてもらいたいなと思っているんですけども、お願いできますか？はい。日本でもですね、いろいろなメーカーが EV 車リリースしておりますけれども、BYD、ご存知の方もいるかと思うんですが、中国の車ですと少し性能どうなんだろうと、心配する方もいらっしゃるのかなと思ったりはしてます。で、そこでですね、皆さんガソリンの時によく気にする燃費っていう指標あるかと思うんですけれども、EV 車の時は電費っていう電気で、どのくらい走れるかっていう、指標があります。その数字をですね、日本車とちょっと今回の BYD と比較ちょっとしてみたりしているんですけれども、ちょっと見てみるとですね、意外や意外、中国車ってどうなんだろうと思って見たんですけれども、
日本の主要な車と比べてもむしろ平均的にレベルが高い、そういう結果になってるんじゃないかなと見ております。はい。ちなみに燃費で言うと、一般的にどれくらい走れば燃費がいいのかなとか、そのあたりのデータとかは。そうですね。今回、比較した、日本の車4車種ちょっと見ているんですけれども、大体ですね、スペックで言うと、1キロあたり、1キロメートル走るのにどのぐらいの電気必要かっていう風なちょっと指標で見たりするんですけれども、そこで言うとですね、大体、120から140の間くらい、1キロワット走るのに必要なエネルギーとして、そうです。1キロメートル走るのに必要なエネルギーですね。はい、そうですね。で、それがじゃあ BYD どうなのということで、今回 BYD の今リリースされている車種4車種ちょっと比較してみてるんですけれども、ほとんどのモデルがですね、120ワットアワーくらいの数字となっておりまして、比較的日本の車の平均より低いエネルギーで1キロ走ることができる感じになってるかなとも見ております。なるほど。燃費がいいっていうのは、その燃費とはちょっと違う指標なんで、分かりにくいと思うんですけど。ちょっと分かりにくいんですけれど。BYD の車も、十分燃費はいいのかなという、ところなんですかね。そうだと思ってます。ですので、日本の方がですね、日本車と中国の車比べてどうなんだろうというふうにちょっと見るときにですね、決して悪いものではないよというところの数字になってるかなと思います。実力的にも結構強いのかなというところではあるかなというところなんですけども、ちなみに今日ですね、こちらの画像で、BYD4 車種日本でリリースしているわけなんですけども、今日分解するインバーターはどの車種に使われているものですか？今日のモデルはですね、AT3 と呼ばれているモデルになりまして、割とコンパクトクラスで日本でも比較的多く走っている車種になるかと思います。でですね、こちらに本日分解するインバーターが置いてあります。ちょっとこちらの詳細というかですね、概要なんかをですね、お願いします。こちらに置いてあるものなんですけれども、車のモーターを回す直流からですね、交流に変換するインバーターと呼ばれている回路と、あとオンボードチャージャーと言われている回路、それと車には大量のバッテリーが積まれているんですけれども、そのバッテリーのマネジメントをする回路と、いろいろと複合されたコンポーネントとなっております。なるほど。ちょっとですね、他の車のインバーターを持ってきたので、それも一緒に持っていきたいと思います。こちらはですね、トヨタプリウス一番最新のものに使用されているインバーターです。車の車種であったりパワーなんかも全く違うので、比較するっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、かなり大きさが違いますよね。これはやはり先ほど言われていたように、この中にインバーター以外の他の回路も入っているから、大きいってことで合ってるんですかね。そうですね。もちろんそれもあるんですけれども、ハイブリッド車と EV 車、使うモーターのですね、パワーがやはり違います。プリウスのハイブリッドの方は 83kW のモーターを動かすためのインバーター回路と、それ以外の回路も入ってたりするんですけれども、こちらの AT3 はもう EV 車ですので、完全にモーターで走りますよ。そうするとじゃあモーターのパワーが先ほどのプリウスの83キロではなくて150キロワットまでですねパワーアップされているので、それに伴ってモーターを動かすインバーターの回路ですとか、それを冷やす冷却の回路なんかが大型化してですね、大きくなっているのかなとは思います。なるほど。約2倍のパワーがありますから、その分大きくなるってことですね。ちなみに BYD の電気自動車はこれは E アクセルの形になってるんですかね。どういった形でインバーターが使われているのかっていうのが。そうですね。BYD のプレス発表としては、8-in-1 のモジュールということで、もちろんその E アクセルのような形で、モーターですとかインバーターとか、それ以外も組み合わせたコンポーネントというふうな形にはなっているんですけれども、今日こちら分解するのはですね、ちょっとそのモーターとかはついていない、他のところの部分が1個になっているモジュールになります。じゃあ実際にはこの下の部分にモーターのユニットがくっついてる、そんなイメージですかね。はい。それが多分車のボンネットの中にですね、エンジンの代わりに入っているような形になるのかなと思います。なるほど。ということなんですけども、今回はこちらの 8-in-1 のモジュールのインバーターの部分、そしてオンボードチャージャーの部分を分解していこうということです。はい。でですね、これからですね、分解していくんですけども、分解する前にですね、こちらの外観を確認していこうかと思います。これ結構重いんですね。重さが20キロ強あるものです。ここにですね、まず入力のポートが2つありますね。
こちらの黒い部分がバッテリーからの電圧が来ている端子と、そしてこちら下のオレンジ色の部分、これはですね、AC の充電の入力になります。家庭用の充電器とかで充電する時のものになっております。こちらのですね、面の下の方に3本バーが出ていると思います。UVW と書いてあるんですけども、こちらがモーターにつながっているところの端子になっております。モーター用のバスバーですね。次はですね、反対側を見ていきます。これね、重いので気をつけてやらないと。じゃあせーの、よいしょ。向きを変えてこちら側です。これがバッテリーの直流で充電するやつですね。スーパーチャージャーとか、そういった類のもので充電する時のものです。こちらに一つだけ出ているのは、これは車内で使う 12V 用の出力ですね。はい、もう一個オレンジ色のものがあるのですが、こちらは 400V の出力ではないか。ではないかと。ちょっと今調べている段階なんですけれども、そうじゃないかなと見ております。そういった端子になっております。こちらに黒い端子があるのですが、こちらはバッテリーのセル間のセンシングで使われているものではないかというふうになっております。ですのでかなりですね、この極数、ピン数が多いコネクターが使われています。最後、もう一回、こちら見えているのは、これは冷却水の出入り口です。ちゃんとイン、アウトって書いてあるので、どちらから入ってきてどちらから出てくるというのが非常にわかりやすい表示となっています。冷却水の入り口の部分なんですけども、こちら2系統のですね、入力がついています。こんな感じでですね、中にたくさん回路が入っているので、入出力の端子も多いというふうになっています。こちらの蓋をですね、実際に取っていきます。はい。そうすると、このように回路がまず見えました。ちなみにですね、蓋はこちら上の面と下の面2つありまして、まず最初上の面からですね、中を見ていくことにします。まず基板が見えていてですね、いろいろハーネスがつながっているんですけど、これは多分制御基板っていうことですかね。そうですね。モーターのインバーターをですね、制御する機能のところと、先ほどのバッテリーのセル間の電圧、その BMS のところを一体化した基板じゃないかなと見ております。バッテリーのセルの電圧が、多分ここら辺から入ってきて、いろいろ制御してるのかなっていうところですかね。あと、こういったですね、ハーネス類がたくさんつながっているんですけども、何か日系のメーカーであったりだとか、はい、欧州メーカーとの違いなんかとかはありますか？そうですね。ちょっとこれ初めて開けた時にと思ったのがですね、比較的私解析したコンバーター、インバーター関係では、こういった結束バンド、こういったものでケーブルを束ねるというケースはあんまりちょっと見たことなかったのと、あと時々あるんですけれども、ハーネスの固定でしたり、ちょっとしたところの固定でですね、こういった樹脂のボンドで固める。これもですね、全くなくはないですけれども、見るケース少ないかなと思ってます。ちなみに結束バンドでやるメリットとかデメリットとかってあるんですかね？はい、結束バンドは非常にですね、やっぱり人の手で締めないと多分機械での自動化は難しい、固定方法じゃないかなと思ってまして、生産性を考えるとなるべく結束バンドを使わない方向にいろんなメーカー走ってるんじゃないかなと思うんですけれども、でもそれはそれでですね、多分設計の時に結束バンドを使わない設計をしないといけないので、設計の時に時間がかかる。でも結束バンドを使うと物を作るときに時間かかる。じゃあそのトレードオフをどちらか選びますかということで、ひょっとしたらなんですけれども BYD さんすごくどんどん新しい車種を作ってアグレッシブにどんどんリリースしていくので、その設計のところの時間を少しでもミニマイズして生産のところで少し頑張ってればなんとなくそんな風に感じます。はい。設計のスパンをどんどん短くしていって、新しい車種をどんどん出していこうっていう狙いがあるのかなと。でですね、ちょっと基板を取り外していきましょうか。こんな感じでですね、はい、基板を取り外すことができました。パッと見た限りだと大きい IC が2つあって、これで制御基板をですね、全体を制御しているのかなというふうに見て取れますね。こちらの真ん中にある石、こちらは TI 製のマイコンですね。で、下にあるの、こちらが中国の強引製の FPGA ということになっております。基本これら2つを使って制御しているということですかね。ちなみにこの TI のマイコンなんかは車載向けだとやっぱりよく使われるんですかね？そうですね。TI さんのマイコンはですね、他のコンバータなんかを解析しててもよく出てきますね。あと、この FPGA ですよね。はい、FPGA でやっぱ有名なのだと、インテルと、今の AMD ですかね。ザイリンクスと、アルテラだと思うんですけども、これは
中国のメーカーを使用しているということで。そうですね。やはりBYD さん中国なので、そういったところから割と融通が利くのかわからないですけれども、ゴービンさん使われているのかなと思ってます。なるほど。こちらの基板全体を見てみるとですね、こんな感じで光沢があるのがわかりますかね。これは表面に樹脂がコーティングされています。これはどういった役割でしょうか？こちらはですね、推測ではありますけれども、防湿コーティング。このケースを見るとですね、IP67 っていう風になってまして、防水対応の設計になってますので、そこでの防湿コーティングかなと思ってます。部品をですね、くまなく覆っているように、全体的になってますね。裏面も見てみると、やっぱり同じように、コーティングされているということになっております。もう一点気になったことがありまして、こちらのちょっと背の高い部品にですね、さらに追い樹脂っていうんですかね、樹脂を追加でなんかかけられているようなものなんですけども、これは一体どういった狙いがあるのかなというのが。これはあくまでも推測になりますけれども、2つの目的で使われているかなと推測しておりまして、1つはですね、円面距離を気にしそうなところに対して割と使われているのかなというところで、その防湿コーティングをより強固にするような目的と、あと割とこの背の高い部品に使われているというところで、振動やその固定に近いようなそういった目的の可能性が高いんじゃないかなと思ってます。結構上からダラっていうそうですね。かけた感じでこれで固定になるのかっていうのはあるんですけれども、ちょっと気になるところではあるんですけども、そういった狙いがあるのではないかということですかね。で、あと私がですね、この基板を見てですね、もう一つ気になった点がありまして、この金属製のクリップですね。こちらの表面と裏面にこのように実装されているものです。これはですね、回路をよく見てみると、インダクターとかキャパシターの周りにあるものですね。電源回路で、放熱するためにこういった金属製のものをつけてるんじゃないかと、予想してますね。こんな感じでインバーターの制御回路をとりあえず見てきたんですけども、次はですね、インバーターのさらに中身の部分を見ていきます。今ですね、こういうふうに制御回路があった部分の下にこんな感じでアルミ製ですかね。多分シールドの役割をしているかなというふうに考えてるんですけども、その認識で間違いなさそうですか？そうですね。割とインバーターのこういったコンポーネント分解しますと、その主回路のところと制御基板が分かれてまして、その制御基板の下、ノイズの対策で割とこういうシールドを入れるケースは多いかと思ってます。あと気になったのはこの貼ってあるシールですね。これ何かなっていうのがちょっと気になったんですけど、多分なんですけれども、このちょうどコネクターのですね、このピンが出てるところのこの真下にこう位置しまして、こんな感じで絶縁シートじゃないかなと思ってます。後付けでこういうふうに対策するって感じですかね。スピード感重視なんでしょうかね。逆にこういうふうにやった方がコストとかもやっぱトータルでなんか下がるとかそういうことはないですかね。それ用にこのアルミを設計するのもちょっと大変だったりとか。そうですね。そこに専用の樹脂部品を起こすとなるとまたそれはそれで大変だとも思いますし、いいところでバランスを取ってるんじゃないかと感じます。そんな感じでですね、こういうふうにシールドがあると。これをさらに取り外していきましょうか。シールドの下はこのようにインバーターの主回路があるといった構成になっています。こちらの部分ですね、バッテリーから線が来てこういうふうにバスバーですね、接続するようになっています。その接続先なんですけども、こちらにリレーが2つあります。ポジティブとネガティブでそれぞれですね、オープンにできるようにこういったリレーが使われているということですね。こちらのリレーなんですけども、中国の本フ製で直流 200A、電圧は 750V のものを同じものを2つ使っています。こちらのリレーについては何か特にコメントする点とかはどうですかね？意外とですね、リレーっていうと、信頼性を気にするので、日本のメーカーだと大手のメーカーさんのリレー使うケース多いのかなと思うんですけれども、BYD さん中国なので、中国で信頼性あるメーカーを選ばれたのかなと思ってます。特に直流だと電流切るの難しいとか言いますからね。で、こんな感じでリレーが2つあって、で、その先ですね、こちら、黒い箱があるんですけども、こちらはフィルムキャパシタです。フィルムキャパシタの後は、このパワー半導体のモジュール、下に隠れています。で、後でお見せしますね、こちらも。その後、ここで3層交流に変換されて、これは電流のセンサーですかね。カレントセンサーだと思います。それを通って、モーターにつながっていく、そういった構造になっています。
まずこちらのフィルムキャパシターですね。耐圧は直流 550V、静電容量は670マイクロファラッドですね。以前分解したテスラモデル3のインバーターのフィルムキャパシターは550マイクロファラッドなので、割と妥当な静電容量かとは思うんですけども、このあたりどうですかね？そうですね。どうもこの辺なんですけれども、いろいろちょっと調べていくとですね、日系のメーカーさんとか、ある程度リップルを抑えたいという風な基準が厳しいメーカーさんはひょっとしたらもう少し大きめの容量、こういう中国とか、テスラさんとか、ひょっとしたらそこのリップルの基準が低いのかなっていうことで、全体的にちょっと低めの容量で、構成されているケースが多いのかなと感じてます。ちなみにリップルが低いことによるデメリットとか、なんかそこら辺もやっぱ総合的に判断すると、このくらいの小さな、そうですね。これが小さいっていうそもそも大きいんで、はい、あれかと思うんですけども、総合的に考えてこのような容量にしてるってことなんですかね。そうですね。見ていただいて、この大きさで、結構大きいなって感じてる方も多いと思うんですけれども、やっぱりこの容量でこの耐圧にしようとすると、きっとこのくらいのサイズにはなってしまう。このサイズになる部品ってやっぱりコストも高いと思うんですね。で、そうすると、コストと性能のバランス、それを考えたときに、そのリップルとのトレードオフなんですけれども、この辺の容量を一つ、こういうふうな基準で置いて選んでるのかなと感じてます。フィルムキャパシターの次は、こちらパワー半導体のモジュールに接続されています。ちょっとですね、このあたり分解してみます。こちらのパワー半導体モジュールですね、取り外してみると、すいません。ありがとうございます。このようになっていますね。パワーモジュールがこういう風にあって、その上にゲートドライブ回路が乗っているような構成です。裏面を見てみると、最初から冷却フィンがついているようなパワー半導体モジュールを使っています。こちらのパワーモジュールなんですけども、いわゆる6-in-1 タイプの形状かと思うんですけども、よく見かける形状なので、やっぱり人気なんですかね、こういう形のものが。割とこの 6-in-1 のモジュール、欧州の方の大手のメーカーさんが最初に多分リリースされたイメージありますけれども、割とこういったタイプのものを使うと、多分設計が非常にシンプルでやりやすいっていうところから使われているメーカーさん多いかなっていう印象はあります。ちなみにテスラさんとかですと、モデル3なんかですと、はい、あれは 2-in-1 の半分ディスクリートみたいなモジュールを使ってますよね。こういった6-in-1 のパワーモジュールと割とディスクリートに近いものですと、今後どういった使い分けとかありそうですか？やはりディスクリートに近い形でやると柔軟性あるので、それはそれで一つのトレンドだと思いますし、よりシンプルに大電力のインバーターを設計しようと思ったら、やはりモジュールの方が使いやすいっていう風なところもあると思うので、二極化していくかなとは思ってます。ちなみに今回は AT3 で割と低価格帯の電気自動車かなと思うんですけど、そういったところでの使い分けですかね、やはり。もうちょっと高級なモデルとか、ハイスペックなモデルになってくると、もしかしたら、そのディスクリート形状のものが2-in-1 パッケージのもう少し大電力のものとかもリリースしているメーカーさんあるイメージあるので、そういったものを使ってより高速にモーター回すとか、キャリア周波数上げてモーター小型化するとか、いろんなトレンド今後出てくるのかなと思ってます。このパワーモジュールだけでもやはりいろいろな形状だ。あと、メーカーさんもいろいろあるかと思うので、こちらのですね、パワーモジュールの上に乗っているゲートドライブ基板をですね、まず最初に見ていこうと思います。パワーモジュールにですね、もうハンダ付けピンがですね、パワーモジュールから出てるんですけども、それにハンダ付けされている状態でもう外れないようにはなっています。こちらの構成なんですけども、絶縁電源と、あとは絶縁のゲートドライバーを使った一般的な構成かなといったところですね。こちらのゲートドライブ IC で注目してほしいんですけども、こちら実は BYD 製なんですよね。そうなんですよ。こういったゲートドライブ IC も自社で製造していると。その下にあるパワーモジュールについても、こちらですね、見ていくんですけども、実はこちらのパワーモジュール、IGBT なんですけども、こちらもBYD 製なんですね。耐圧は 750V で 10kHz くらいまで使えるものです。ここまで見てきて、インバーターのですね、特にパワーモジュールであったり、それをドライブする回路なんかは中国のメーカーでまとめてきて、その他のこういった主要なキャパシター、あとはリレーですね。そういったものも中国のメーカーでまとめてきているかなといった感触なんですけども、やはりこうするには、サプライチェーンの問題だったりだとか、そういったところが絡んでくるんですかね。そうですね。そこもあると思いますし、今回これ分解していてですね、このゲートドライバーの IC は BYD 製、IGBT のモジュールも BYD 製、
で、ここのですね、電流センサーのところも BYD 製かなと思ってます。例えばこういったインバーターでですね、コストですとか特徴を出そうとしたときに、その肝となる部品を自分で開発するその技術力、こういったところを自分たちでやれるっていうところは BYD すごいなと感じます。やっぱりコストであったりだとか、はい、設計の柔軟性なんかも自社でやった方がある程度はその競争力があるということですかね。例えば車両に求められるスペックをどうやって実現したらいいんだろうというところ、自社で完結できる強さっていうのはあるんじゃないかなと思います。ちなみに日本メーカーさんでもこういった半導体をですね、自分のところでやってるところもありますけども、ゲートドライバーまで含めてやるっていうところはなかなかそうですね、電流センサーも含めで、はい、なかなかないと思います。こんな感じでパワーモジュール、取ってきたわけなんですけども、次はこの冷却水の経路について見ていきます。こちらはですね、こういうふうに立ててみると、この部分に冷却水の入り口と出口があります。入り口から入ってきた冷却水は、まずパワー半導体を冷やすためのところに入っていきます。こちらの冷却フィンのところに、水が通っていくわけですね。これ外してですね、ちょっとパッと見なんか汚いなっていうふうに思ったんですけど、これは最初からあったものですか？ですね、これ一応中古部品ではなくて新品で買ってます。こういった大電力のですね、コンポーネントを生産します。で、組み立てます。で、アッセンブリ終わって、じゃあ検査します。検査をするときにですね、かなり電力が大きいので、水冷の機構を動かしながら検査をしないと、このパワーモジュール、こちらがですね、熱くなりすぎて壊れてしまう。そういうふうな懸念が十分あるというところで、水を回しながら検査しているという話は聞いたことあるので、その水が乾いた後なんじゃないかなと思うんですが、ちょっとグリスっぽい感じも。そうですね。ちょっと触ってみると、熱伝導グリスっぽさはありますよね。謎ですかね、そうですね。これは。一応テストしたり何かを一回動かして、そういうことをやった後じゃないかなとは思ってます。こちらはですね、冷却水が入ってきて、そうですね、中を通って、フィルムコンデンサーの下を通って、ドレインのこの出口の、アウトの方につながって。一周ぐるっていう風に回って出てくるということですね。でですね、とりあえずこちらの表面に関しては一通り見てきました。次はですね、このインバーターの裏側ですね。はい。こちらの裏面にもですね、蓋がついているので、次はこちらの面からですね、アクセスして中身を見ていきたいと思います。先ほどはインバーターの回路だったんですけども、この蓋の部分にですね、一応何の回路があるかという表示はありますね。これを見てみる限りですと、OBC と DC-DC って書いてあるんですけど、この OBC ってのは車載用の充電器ですかね。そうだと思いますね。で、こちら見ますと、この OBC のところに AC インプットということで 220V、32A、50Hz というふうに書いてありますので、まさに家庭用の AC の入力じゃないかなと思います。最大で 6kW ぐらいまでいけるってことですかね。定格上は 6kW ですかね。で、DC-DC の出力は 13.8V で 100A 流せるようなスペックになってますと。なかなか大電流ですね。そうですね。最近のモデルだと、自動車だと車内向けの電圧を 48V とかにしてるケースもあると思うんですけども、どうですかね、その使い分けとか、どういったところでありますかね。やはりその 12V の流れと 48V の流れ、それは使うアプリケーションで電力が大きいところは 48V にした方が合理的かと思いますし、わからないですけれども、インフォテインメント系とか、そこまで電力が大きくないところは 12V の方が、受けの方のシステム設計の方がコストパフォーマンスのいいものを作れるんじゃないかなとは思います。というわけでですね、早速蓋を開けていきたいと思います。こんな感じで、はい、パカッと。蓋の裏側にですね、こういった熱伝導系のなんかシートですかね、ピンク色のものなんですけども、それがくっついていますと。それとは別にですね、こちらの基板の方にも2枚ですね、このピンク色で結構分厚めのシートがですね、ありますね。これは何ですかね。やっぱり熱伝導プラス振動防止とか、こういった観点で付けられているものですか？そうなんじゃないかなと思ってます。これ基板後でこれ外してみてもらう形になりますけれども、このシートがついているところの裏側を見ますとですね、電源を構成している回路のちょうど裏側になりますので、熱っていう観点と、あと車ですとやはり振動がどうやって対策するっていう重要なところでもあるので、それを兼ねてるかなと思います。かなり分厚めの素材が使われて、しかもですね、結構ずっしりとして重いんですよね、これ。そうですね。
日本のメーカーですとあまりここまで大胆な使い方は少ないかなと正直思ったりしますね。私、動画で USB 充電器を分解とかしてるんですけども、それもやっぱり中にですね、熱伝導系の、フィラーっていうんですかね。ギャップフィラー。そういったものがやっぱり使われてますね。次はですね、オンボードチャージャーと、DC-DC コンバーターが、乗ってる基板ということですかね。こんな感じで、剥がれましたね。このようになってます。こちらの基板なんですけども、ここにディスクリートのパワー半導体がありますね。インバーターの主回路の部分はパワーモジュールが使われていたんですけども、こちらですと、ディスクリートのパワー半導体を使っていると。そういった使い分けみたいなこともあるんですかね。スペース的な問題ですかね、そうですね。スペースとコスト、あと柔軟性の観点からディスクリートがいいと判断したのかなと。あとですね、これよく見てみるとですね、ケルビンソースのですね、パワー半導体使ってるんですね。どういうことかっていうと、3端子のパワー半導体と4端子のパワー半導体の使い分けみたいなことを多分やってるんですかね、これは。4本のところと3本のものございますね。で、私もちょっと一見さんの動画でケルビン端子の動画過去にちょっと見させてもらったりもして勉強しましたけれども、やはりスイッチングコンバーター設計するときに、より理想的な動かし方でしたり、スイッチングの速さみたいなところで、こういったケルビン端子のものを使うと、より理想的なスイッチングしやすいので、例えばシミュレーションをかけて設計して、実際動かして、そのシミュレーションと合うかっていうところで、オーバーシュートの様子なんかが合う合わないの原因だったり、ノイズの原因になるかと思うんですけど、ケルビン端子のものを使って、こういうところはしっかり設計されてるのかなっていうのが見て取れるかもしれませんね。あとこのパワー半導体自体のですね、冷却はアルミブロックに押し付ける形で冷却しているようになってますね。先ほど水冷で水がガンガン流すっていう風になってましたけども、それで熱を伝えて放熱していくという、そういった構造になってます。あとですね、この部分の回路。これ、私、パソコンのですね、ATX 電源とかをよく分解するんですけども、なんかそこで使われてるような回路というか、基板の実装のやり方にかなり近いように思えるんですね。ただ、あれはその自動車とかに使わない、振動とかもあまりないところで使うものかと思うんですけど、自動車でこういった基板のやり方を果たしていいのかっていうのが、そうですね。とても気になるところではありますね。やはり電源ってその体積密度を上げたくて高密度実装するような電源ですと、知見さんもおっしゃられてたような、こういった制御ブロックのところですね、小基板のような形で作って、それで主回路のところを別基板で組み合わせて作るっていうのは、時々見る手法かなと思うんですけど、車の場合ですと振動のところでその接続ですとか信頼性面を考えると、あまり見ないケースかなともなんとなく個人的には感じるんですが、なくはないのかもしれないですね。その証拠にこういうふうに、シリコーンがこういうふうに充填されてるっていう感じですね。他の部分もかなりシリコーンが充填されてる感じですかね。先ほどのインバーター側の時の話もそうですけれども、こういったシリコンの充填で固定するっていう方法、やはり人の手でこうやるケースが多いのかななんて考えると、多分自動車のこういったコンバーター、インバーター設計されてる方は、なくす方向にやられてるケース最近は多いのかなと思うんですけど、そこ先ほどの話じゃないですけれども、スピードといろいろなところのバランスでこうされてるのかなっていう感じかなとは。このシリコーンのかかり具合とかから見ても、多分人がやってるような感じかなっていうのは見て取れますね。そうですね。逆にこれをじゃあ、しっかりですね、人の手を使わずに固定するとなると、これを固定するプラスチックモールドを設計して、その耐久性をテストして、それを考えるとその工数もすごいかかるのかななんて考えると、ある意味合理的と取っていいのかちょっとわからないですけれども。設計のスピードをどんどん速くしていく、そういった目線で見てみると、この合理性っていうのが、分かるのかなというところ。ひょっとしたらあるのかなと。あと、ここですね、フィルターの回路なんですけども、このシリコーンのですね、中にフィルムキャパシターがあって、その上にコイルが乗っているという風になってます。こっち側で見てみるとですね、よくわかりやすいんですけども、この下にフィルムキャパシターが2つですね、ありまして、その上にコイルが乗っかっているというですね、なかなかすごい実装の方法かなっていう風には思うんですけども、なんか昔テスラのオンボードチャージャーでもなんか似たようなやり方でなんかやってたものがあるかと思うんですけども。そうですね。テスラのモデル3のオンボードチャージャーを開けてみますと、フィルムコンデンサーでしたり、
電解コンデンサーのところはちょっとどうだったかはっきり覚えてないですけれども、結構こういったシリコンのボンドのような、ゴムのようなものでですね、固定して作られているような形になってました。ちょっとモデル3がどういう風なコンセプトでそうしたかまではわからないですけれども、あのモデルもひょっとしたら早く EV 車を安いものをリリースしたい。そういう風なところから設計の合理性からこういうのに近い思想でやられたっていう可能性もあるかもしれませんね。次にですね、基板の上に電解コンデンサーですね、高分子系のものかなと思うんですけども、それがいくつか載っていますね。基板の上に載っている電解コンデンサー、この赤色の部分と、あとは直流のバルクの部分のですね、電解コンデンサーあるんですけども、これ全て IC 製ですね。先ほどのこの制御基板に載っていたものと、メーカーをですね、使い分けているような感じかと思いますね。使い分けみたいのは同じメーカーの中でもやられてるっていうことですかね。っていう可能性もありますし、ひょっとしたらこれを設計している部隊が別で、ちょっと部品を選ぶコンセプトが若干違うとか、それぞれ使う場所が全然違うので、特性に合わせたものを選んだらこうなったとか、いろいろな可能性はあるかなと。ここら辺の刻印を読んでみてもですね、どこのメーカーが作ったとかまでは書いてないんで、ちょっとそこまでは分析はできないんですけども、そういった可能性も考えられると。そうですね。今電解コンデンサーの話になったんですけども、こちらのバルクの電解コンデンサーがあって、そのですね、冷却プラス振動防止ですかね、それもこちらのアルミブロックに押さえつける形で熱を逃がすプラス保持しているといった形になってますね。この面の部分に防爆弁が見当たらないので、これはもしかしたら横弁の構造、もしくは底の部分にですね、防爆弁がありそうなものですね。こちらの基板をですね、取り外したところをですね、見てみると、このアルミブロックの中に、これはインダクターかコイル、変圧器ですかね、埋め込まれているといったものになってますね。これもやはり、ピンク色のポッティングの材料っていうんですかね、しっかりと保持されているといった形状ですね。こういったやり方一般的ですか？先ほどのテスラの話もありましたけれども、テスラのモデル3はトランスのですね、外側を金属、アルミのケースで覆って、その中はこういった感じのポッティング材で埋めてるような形でですね、熱結合させて巻線とその磁性体の熱を効率的に冷やすっていう形にしてるのかなっていう風な事例はあったりもしますので、こういうやり方っていうのはひょっとしたらいろんなところでされているのかもしれないですね。このアルミブロック自体もですね、水冷で熱をよく逃がすので、これはある意味で理にかなったやり方かなと。これがまさにコンポーネント一体型にするメリットの一つかなと見てます。どういうことかと言いますと、先ほどのインバーターのところの水冷の機構と、こちらの DC-DC コンバーター、オンボードチャージャーのところのですね、冷却も先ほどの水冷のところで一緒にですね、これらの磁性体なり、この電源側も冷やすことができるような構造になっているので、これが基板が分かれていたらそれぞれに冷却機構を持たないといけないけれども、一体にしているので一個で冷却構造が済んでいるというメリットの一つの事例かなと思います。より合理的に進めていくとこうなっていくということですね。あとはこのですね、シートの貼られる位置ですよね。部品の上にもそう載ってるんですけども、パターン、導白のところにもですね、レジストを剥がした上にこのシートを乗っけているので、やっぱり放熱っていう面でもですね、かなり効かせるような狙いはありそうかなというふうには思ってますね。ケースバイケースなんですけれども、こういったレジストを剥いでハンダを乗せる手法っていろいろな目的あると思うんですけれども、時々ですね、パターンの電流容量を稼ぐために大電流流すところにですね、あえてこのレジストを剥いで導白圧を上げるではなくて、パターンの上にですね、このハンダがつくことによって疑似的に導白圧を上げて電流容量を稼いで熱を少しでも抑えるみたいな手法にも見えたりするので、今一見さんがおっしゃったように、この辺結構発熱するくらい大電流が流れて、熱を少しでも抑えたいからシート貼ってですね、熱冷やしてるっていう可能性もあるんじゃないかなっていうのはなんとなく感じますね。そうですね。ただ貼ってるところと貼ってないところがあるっていうのは、そうなんですよね。これも不思議ですよね。気になりますね。はい。ここまでですね、BYD のインバーターの分解お疲れ様でした。お疲れ様でした。こちら、インバーターだけじゃなくて、オンボードチャージャーであったり、DC-DC コンバーターとか、いろいろ入っているユニットの分解だったんですけども、信田さんの、こちら分解した感想はどうですか？意外と最初にも話したような結束バンドとかボンドとか、それが多いのに最初びっくりしたっていうのは、第一印象でしたね。
あとはなんか部品の実装とか、なんかそういった点ですと感想でしたり印象はありましたか？部品の実装で言いますと、いろいろなコンバーター見ると、やはり自動実装がかなり進んでいるかなと思うんですけれども、この BYD さんのモジュールに関しては、そこをしっかり、考えているところと、割り切っているところと、そういうメリハリもすごくなんかしっかりしてるかななんていうのもちょっと感じたところでございます。一見的にはですね、はい、こちらのオンボードチャージャー基板のこのインダクターあたりの実装とかが結構ですね、奇抜な実装方法をしてるかなっていうふうには思いましたね。二段重ねにしてるんで、手でやるのか、それとも実装のマシンを使ってやるのかわかんないんですけども、多分実装の担当の人からこれ設計した人は怒られたんじゃないかとなんかそんな印象を持ちましたね。ものを年間200万台以上で作るっていう、作る現場もなかなか考えると少し痺れるものがございますね。はい、かなりの手間がかかってるんですけども、でもそれをですね作り上げてしまうっていう、なかなかすごい、スケール感で作っているかなというところがあります。で、あとですね、やっぱり部品がですね中国製、中国製というか中国のメーカーのですね、ものをかなりふんだんにもう多用しているかなといった印象がありましたね。で、特に主要な部品ですね、IGBT のモジュールなんかも BYD 製ですし、それを使うためのゲートドライブ回路も BYD の IC を使っているということで、社内での内製率も高まってますし、あとは中国国内での内製率っていうんですかね、そういったものもかなり高まってるかなといった印象がありました。というわけでですね、こんな感じで BYD のインバーターを本日は分解してきました。今回のようなインバーターの分解セミナーであったり、あとは電気系の役立つセミナーはですね、量産テクラボにて配信していますので、概要欄のリンクからぜひ確認してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ここでこの動画を見た方限定プレゼント企画のお知らせです。一見と量産テクラボの初コラボを記念して抽選でコラボ T シャツまたは電子部品販売のマルツオンラインで使える2万円分のギフト券が当たるチャンスです。応募いただいた方の中から10名様にこちらの限定コラボ T シャツが当たります。非売品なのでぜひこの機会に応募してみてください。T シャツが外れてしまった方にも2万円分のマルツオンラインギフト券が10名様に当たるダブルチャンスがあります。ダブルチャンスの対象となるには学生の場合は大学または教育機関のメールアドレス、会社員の方は会社で使っているメールアドレスでの応募が必要となるので注意してください。応募期間は動画公開から1ヶ月間なので興味のある人はこの動画を見た後忘れずに応募してみてください。概要欄に応募リンクがありますのでそちらから応募お願いします。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。